こちらレボポイントさんの最新の 3D スキャナーレボポイントミニをご紹介したいと思います。はい、早速箱から取り出してみました。こちらのレボポイントポップ2の方は以前こちらの動画でレビューしてます。で、今回はこちらのレボポイントミニという従来のものより非常に小さくなっています。小さくて軽くなってますね。で、サイズをね見比べてみてもだいたいポップ2の4分の3くらいの大きさになっています。で、小さくなったから性能落ちてるんじゃないのと思われたそこのあなた、性能めちゃくちゃ上がってます。これがですね、すごくてポップ2の時の、シングルフレーム精度が最大 0.05 だったんですね。で、シングルフレームの正確度っていうのも最大 0.1 だったのが今回こちらのレボポイントミニになってシングルフレーム精度が最大 0.02 でシングルフレーム正確度が最大 0.05 ということで約このポップ2の倍精度よくスキャニングできるようになっています。他にもですねいろいろ変わったところがありましてこちらのポップ2の時はデュアルカメラで赤外線の構造光という赤外線のライトを使ったスキャン方法だったんですけど、こちらのミンの方は業務用の結構でかいごついスキャナーあるじゃないですか。あれと同じブルーライトが採用されていまして、よりその余計な光とか照明のライトとかをこう避けてスキャンしてくれているのでスキャンの精度もめちゃくちゃいいらしいです。で、今回ね詳しいやり方とか以前のね動画でこっちのやつでご紹介してるんで簡単にしか説明しません。ざっと口で説明すると、このカメラをパソコンなりスマートフォンとつないでスキャンして、そのスキャンデータをもうちょっときれいにソフトの上できれいにするみたいな、そんな流れとなってますので早速やってみたいと思います。はい、というわけでスキャンの準備が完了しました。こんな感じでブルーのライトが出ています。で、このライト直接目で見るとあまり良くないと思いますけど、人の肌に当たっても問題のない安全なものをね使用されているので安心して使うことができると思います。で、ブルーライトになったとはいえやはり以前のポップ2と同じようにですね黒いものだったりとか光を反射するものっていうのは非常に苦手としておりますのでそこら辺ご注意ください。例えばですねここに奥にあるメッキ、ガンメタのメッキをされたような部品はちょっとねスキャンするのは困難なので以前もご紹介したこういったねラバースプレーだったりとかスキャン用のスプレーをご使用いただくのがいいと思います。で、今回こちらのね恐竜をスキャンしようと思って用意したんですけど、これねよく見ると微妙にちょっとねテカテカしてるんですよね。で、これくらいならいけるんちゃうかなと思って用意したんですけど、軽くやってみた感じダメそうだったのでちょっとねマットホワイトのスプレーやっていこうかなと思います。で、まずですねこの恐竜が何で立ててあるかというとですねこういう恐竜みたいな普通に置いた時に横長になる形状というのはスキャンがね比較的しづらいです。で、なぜかというとこの回転テーブルの中心からこう回るわけなんですけど、こうカメラに近いところと遠いところと、バラバラになってしまっているので、ピントがね合わせづらいということでスキャン結果がねあんまり良くないんですね。なんでこういったね、縦長の形状とかはできる限り立てた方がスキャンしやすいので今回はこの方法でやっています。というわけでスキャンスタート。はい、順調にスキャンできていますね。で、ぐるっと一周取れたらですねだんだん下にずらしていって、やっていくと。はい、こんな感じで尻尾の部分以外はスキャンすることができました。結構ね粗く見えるんですが点数見ていただくとこれで190万点ほど取っています。で、拡大していくとこの細かさ分かります？これ全部点群データですからね。はい、メッシュファイルへの変換が完了しました。尻尾の部分など穴が開いているところがあったんですけど、穴埋めをねオンにしてやったので全ての穴が埋まっている状態になっています。これをさらに別のソフトできれいにしていきます。で、さっきはレボスキャンというソフトでスキャンをしてからそのソフト上でメッシュファイルに変換したんですけど、
僕のおすすめは、メッシュファイルに変換せずに、フューズファイルというのができます。点群データのファイルができますので、そのファイルをレボスタジオで読み込んで、このソフト上でメッシュファイルに変換するのをおすすめします。なぜかというとですね、今からやるんですけど、これまだメッシュファイルになってません。点群データのままです。これをメッシュファイルに変換する前にですね、このポイントという項目のアイソレーションっていうところを押します。これを押すとどうなるかというと、ここにね注目してください。この余分な歯切れ、はい、これなくなるんですよ。こういう余分なやつを除去してくれます。で、あとはね、このソフト上で、スムーズにしてあげて、できる限りねメッシュにする前の状態できれいにしてあげてから、メッシュした方がいいと僕は思ってます。で、メッシュで、このメッシュのレベルもね、調整できるので、あとこれ穴埋めでメッシュ、これがね一番綺麗なメッシュ化だと僕は思っています。はい、メッシュ化が完了しました。若干まだねこの辺残ってますけど、これも多分綺麗に取れるんじゃないでしょうか。まあこのソフト上で取れなかったとしても、ちょっと取れた。ちょっと若干若干なんか残った。ちょっと戻りますね。1個戻ります。はい。あれ戻った？戻ったね。この泥みたいなやつ。これがはい。スムースじゃない、アイソレーションやると取れると、メッシュ化した後でも取れることはあるんですけど、できる限りメッシュ化する前に、ある程度きれいにしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。で、このソフト上で、できなかったとしてもですね、Fusion 360などで、きれいにすることも、きれいというかね、切断というか削除になるんですけど、きれいにすることもできるので、そういった使い方もできます。めっちゃ綺麗くないですか？このディティールがやばいですよね。せっかくなんでこれをそのまま 3D プリンターで出力してみたいと思います。さすがにねサポートがいるんで、こんな感じでサポートを追加してみました。はい。全然普通にできると思いますけど、ノズルがね 0.6 なんで、ちょっと細かいところまでは綺麗にできないと思いますけど、とりあえずやってみたいと思います。こんなんがやりたかったんじゃないんです。せっかくね工業グレードのスキャナーを使うからこそやりたいっていう企画があったんですよ。ちょっとね取ってきます。はい、こちら KTM のステップです。見るからにね錆びたりして、歪んでたりして汚いんですけど、今回はこちらをねスキャンして新しいステップを作りたいと思います。はい、こんな感じで塗装が完了しました。で、塗装してる時に気づいたんですけど、こっち側は今回いらないです。足乗せる側で、なんでかっていうと、今回はですねこのオンロード用のステップをそのまま作るわけではなくて、オフロード用に作り直します。なんで、ここ使いません。ここのね、先っちょの部分、バイクに取り付く側の部分だけ、利用します。というのも、最近登録された方はねご存知ないと思うんですけど、数年前になるんですかね、KTM125EXC というオフロードバイクを、モタード化する、オンロード用に改造するっていう企画をやってたんですよ。で、タイヤをね、19インチから17インチに変えたりとか、そういう企画をねこちらの動画でやってたんですけど、その流れでですね、続きですよ、続きで、オンロード用の今ステップがついてる。で、オンロード用のステップって、オンロード山道走る時にはいいんですけど、普通のオフロード山道を走る時は非常にいいんですけど、グリップがしっかりして靴とこのステップのグリップがしっかりして非常にいいんですけど、街中走る時、オンロード走る時はちょっとね、乗り心地があまり良くなくて、僕の場合なんで今回こちらをストレートの普通のバイクのようなステップに作り変えたいと思います。で、使うのがここの先端の部分だけというお話です。ではスキャン開始します。こっち今回はね手で動かそうかなと思います。この中、この字型になってるところの中がちょっと厳しいかな。いけてるかどうだ。
あわわわわ。結局ね、やっぱこれが一番安定しますね。手持ちはね、難しい。裏側ね、回り込めないんで。今ですね、メッシュデータを Fusion 360に読み込みました。この辺ね、メッシュが細かすぎて黒くなってます。本来ね、細かいっつってもこのぐらいの青いのが見えるはずなんですけど、上部の方はね、メッシュが細かすぎて、黒くなっております。でこのままだと重いし作業もしづらいんで、修正の削減っていうところから、メッシュの数をね減らしていこうかなと思います。重そう大丈夫かな。そこそこのパソコンですけどね、これグラボも積んでるノートパソコンなんですけど、ちょっと一応動いてはいますね。結構厳しそう頑張ってくれ。だいぶ、色が戻ったというかね、黒いのが収まったのがお分かりいただけると思いますけど、これでもまだ細かすぎますね。ちょっともうちょいやりましょうか。いいですね。いい。これくらいならまあいけんじゃないかな。うわ、すげえ。こう改めて見ると面白いな。はい、あれからですね、なんやかんやしてできたモデルがこちらとなります。で、今からこちらを作っていくわけなんですけど、まだですね、実際の実物と 3D スキャンしたデータがどれくらい合ってるのかっていうのを証明できてないので、それをね、調べてから制作に移りたいと思います。この検査の項目を押して、ここの面で、ここ注意しないといけないのが、斜めにも測定できてしまうので、できるだけこう対角でまっすぐなるように測定してあげる必要があります。25.64 と出ました。この幅ですね。はい、25.64。これがはい、25.63 マジっすかすげえ。ちょっと待って、ちょっと測り方がね、ここもそんなに綺麗な平行とかね面が出てないんであれなんですけど、25.58 ぐらいかな。結構アバウトだけど、これでも100分の6で、測定できてるんですごいで、あとメッシュデータもねバチバチのやつじゃなくてちょっと解像度落としたやつなんで、解像度落としなければもっと正確に出るとは思います。マジか、すごいなじゃあもう一箇所、厚みとか測り、厚み難しいかな。厚み測ってみようか。じゃあここの内側とこの外側、反対側がこの縁にかかっちゃいますね。測れるこれ。だいたい厚み 6.94 とここですね。はい。だいたいこの辺。6.82。これはちょっと誤差ありますけど、内側なんでね、これでもコンマ1以内には入ってると。あと穴もいきましょうか。穴が結構ね、実は重要だったりすることもあるので、こことこの辺かな。10.03。はい。こっちの泡、こっち側の穴。はい。10.15、6、コンマ1、深淵じゃないのかなこれなんかばらつきますけど、10.13、だいたいコンマ1プラスぐらいですね。重要なのって穴の径とかじゃなくて穴位置なんで、壁からどれくらいの距離に穴が開いてるかとかが重要なんで、これだけ取れればもう十分、リバースエンジニアするには十分な精度だと思います。で注意点というか、よくねこういう使い方としては、もっとね複雑なもの、測定できないようなものをやったりするのが一般的だと思うんですけど、今回の例で言うと別にノギスでもね測定しようと思えばできるんで、でもそれだと実際のものと測定データの比較ができなかったんで、今回こういったものを例に出してみました。感想としては十分ですね。はい、こちらで作っていこうと思います。
すごい。意外とちゃんとできてる。このね、羽のとことか、いい感じ。すげえ。しゃはい、いかがだったでしょうか。いろいろねやってきましたけど、こちらレボポイントミーの凄さ伝わったんじゃないかなと思います。で、最後にですね、こちらのレボポイントミーのいいところと悪いところを言って動画を終わりたいと思います。まずいいところから、もうこれはもうね、高精度っていう、もうそれ以外もうそれで十分なんですよ。高精度になったっていうところがマジで、もう最高です。以前のね POP2 でもすげえなって、初めてねスキャンナー使ったんですげえって感動してたんですけど、そこからさらに高精度になったっていうところがマジで最高だなと思います。で、もう一点としては非常にねコンパクトになって取り扱いがね非常に簡単になった、取り扱いやすくなったっていうところですね。POP2 はねもうちょっとだけ大きかったんで、やっぱり手で持ってこうやってやったりするとちょっと取り回しが難しかったりしたんですけど、コンパクトになってより手軽に扱えるようになったってことですね。ハードウェア関連はそんな感じで、ソフトウェアの方は、これはねレボポイントミニがどうかというよりは、バージョンアップ、ソフトウェアバージョンアップしたっていうことだと思うんですけど、以前 POP2 をレビューした時は、アンドゥしかできなかったんですね。スキャンしてちょっと変なとこ取りすぎちゃったってところに、戻るボタンがあって Undo だけがあったんですけど、今回はですね Undo と Redo があって、やり直しができますね。消しすぎたのを元に戻せる機能が追加されていたので、それは非常に個人的に、嬉しいなと思いました。で、悪かったところ、良くなかったところと言ったらもうあれですね、黒いものとやっぱり反射するものが苦手っていうところですね。ここら辺はですねもうしょうがないとは思うんですけど、ラバーペイントを使ったりとか、スキャン用のね、そういう粉末スプレーみたいなのがあるんで、そちらを使っていただくしかないんですけど、なんというかですね、僕の周り黒いものとか反射するものがかなり多くてですね、非常にこれをねレビューする時も何を作ろうって本当に迷うぐらい周りになかったんですよ、スキャンできるものが。なんでちょっとそこはね、これから何年後かに改善されていろんなものがね手軽にスキャンできるようになったら本当に嬉しいなと期待を込めてそういう感じのレビューをさせていただきました。でですね、こちらのレボポイントミニなんですけど、現在キックスターターというクラウドファンディングでもう数千万円集めているんですが、7月の下旬頃にですね、日本でもクラウドファンディングが開催されるということで、URL がもしあれば概要欄に貼っておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、最近ボイシーというボイスメディアで、製造業ラジオというのもやってますので、もしよかったら聞いてみてください。ご視聴ありがとうございました。